防犯カメラは何でも見逃さない、そんな風に思っていませんか？でもある日コンビニの防犯カメラに映ったものは、こんにちは。今日はあるコンビニの深夜勤務の店員が体験した不思議な出来事をご紹介します。それでは早速始めましょう。その日は普段と変わらない静かな夜でした。僕の友人である田中さんはコンビニの深夜勤務に入っていました。田中さんが勤めるそのコンビニは郊外に位置し、夜中は特に人通りが少なく、店内には数えるほどの客しかおらず、静けさが漂っていました。田中さんはいつも通り防犯カメラのチェックを開始しました。モニターに映るのは店内の各所の映像。特に異常は見られませんでした。今日は特に静かだな、このまま何事もなく終わってくれればいいんだけど、田中さんはそう思いながら店内の棚の整理を始めました。その時モニターに映った何かに気づきました。最初は画面のノイズかと思ったそうです。でもよく見ると店内に誰もいないはずの場所に人影のようなものが映っていたのです。あれ、こんな時間に誰かいたっけ？田中さんは不思議に思い、実際にその場所に行ってみました。しかしそこには誰もいませんでした。誰もいない。でも確かにあそこに人影が。田中さんは首をかしげながら再びモニターを確認しました。不審に思い、田中さんは再び防犯カメラの映像を確認しました。するとまたその影が映っているのです。影は店内を歩き回っているようでした。まさか幽霊？田中さんは背筋が寒くなり、思わず身震いしました。これ本当に何かいるのか？でも幽霊なんて、いやそんなことあるわけないよな。田中さんは自分に言い聞かせるようにして冷静を保とうとしました。田中さんは勇気を出してもう一度店内を隅々まで確認しました。しかしやはり誰もいませんでした。これは一体どういうことなんだ？田中さんは混乱しつつも防犯カメラの映像をしばらく監視することにしました。影の動きは不規則で、まるで店内を探索しているかのように見えました。もし本当に幽霊だったらどうすればいいんだろう？警察に連絡するべきか？田中さんはそう考えながらも恐怖と不安で動けなくなっていました。映像を見続けているとその影は徐々に形を変えていくように見えました。最初はただの影のように見えましたが、次第に人の形に近づいてきました。そしてその影は田中さんに向かって手を伸ばすような動きを始めたのです。これはただごとじゃない。なんだこれは？本当に幽霊なのか？まさかそんなことが。田中さんは恐怖に駆られながらも目を離すことができませんでした。田中さんは恐怖に駆られ防犯カメラの映像を記録することにしました。もしかしたら何かの証拠になるかもしれないと思ったのです。しかし映像を再生してみるとその影は何度も映り込んでいることが分かりました。こんなことが何度も。田中さんは驚きを隠せませんでした。影は特定の場所に現れ特定の動きを繰り返しているようでした。毎回同じ場所に現れる。何か意味があるのか？田中さんは疑問を抱きながらも映像をじっくりと見続けました。田中さんは店長にこのことを報告し映像を確認してもらいました。店長も最初は信じられない様子でしたが映像を見てその異常さに気づきました。これは何かのいたずらか、それとも？店長は頭を抱えました。二人は影の出現する場所を特定しその場所を重点的に調査することにしました。店長、これってどう思いますか？確かに不気味だな。でもこんなことが現実に起こるとは。ひとまずこの場所を調べてみよう。田中さんと店長は影の出現する時間帯や場所を詳しく調べ始めました。するとある特定の時間帯にだけその影が現れることが分かりました。それは深夜の3時ちょうど。この時間には過去にも何か異常なことが起きていたという話がありました。影が現れる場所も特定の一角でそこには何か特別な意味があるのかもしれません。毎晩3時ちょうどに現れる。何か関係があるんじゃないか。確かに過去にこの場所で何か起きたのかもしれない。調べてみよう。
田中さんと店長はその時間帯に店内で何が起こっているのかを確かめるために一緒に店内を監視することにしました。3時が近づくと2人は防犯カメラの前に座り込みました。そして3時ちょうどに再びあの影が現れたのです。やっぱり何かがここにいる。店長、また現れました。本当だ。これは一体何かを探しているように見えますね。その影は2人が見守る中でさらに奇妙な動きを見せ始めました。影は宙に浮かび上がり店内を飛び回るように見えました。こんなことが現実に起こるなんて田中さんも店長も言葉を失いました。影は一定のパターンで動きまるで何かを探しているようでした。影が浮かんでる。一体どうなってるんだ。何かを探しているのか。でも何を。影はしばらくの間店内を飛び回った後突然消えてしまいました。一体これは何だったんだろう。二人は困惑ししばらくの間言葉を交わすことができませんでした。しかしその出来事が実際に起こったことは防犯カメラの映像にしっかりと残っていました。消えた。どこに行ったんだ。映像にはしっかり残ってる。これを誰かに見せるべきだ。翌日田中さんと店長は映像を持って専門家に相談に行きました。専門家は映像を見てこれは単なるノイズや映像のバグではないと断言しました。これは何か超常現象かもしれませんね。専門家のその言葉に田中さんも店長も背筋が凍りました。これ本当に幽霊かもしれないって。そんなでも映像を見たら信じざるを得ないな。これからどうすればいいんだ。専門家は映像をさらに詳しく解析し始めました。影の動きや形状、出現する時間帯などを詳しく調べていくとある共通点が浮かび上がってきました。それはこの影が現れる場所がかつて事故が起きた場所であることが判明したのです。事故の犠牲者の霊がこの場所で事故があったんですか。そうだ、10年前に大きな交通事故があって何人も亡くなったと聞いている。その霊がそうかもしれない。田中さんと店長はコンビニの場所で過去に何が起こったのかを調べ始めました。すると10年前にこの場所で大きな交通事故があったことが分かりました。その事故で亡くなった人々の霊がこの場所に留まっているのかもしれない。2人はそう感じました。こんなことが事故の犠牲者の霊がここに供養が必要かもしれない。2人は事故の犠牲者の霊を供養するためにお寺の住職に相談しました。住職はこの場所で供養の儀式を行うことを提案しました。この霊たちが安らかに眠ることができるように田中さんと店長はその儀式に参加することにしました。住職、どうか助けてください。わかりました。供養の儀式を行いましょう。ありがとうございます。供養の儀式が行われた夜、田中さんと店長は再び防犯カメラの前に座りました。3時ちょうど、影は現れませんでした。これで霊たちは安らかに眠ることができるのかもしれない。2人はほっと胸をなで下ろしました。その後、影が現れることはなく、店内は平穏を取り戻しました。影が現れない。成功したんだな。これで安心して働けますね。その後も田中さんは深夜勤務を続けましたが、あの影が再び現れることはありませんでした。店内は以前のように静かな夜を取り戻しました。これでやっと安心して働ける。田中さんはそう感じました。しかし彼の心にはまだ何かが引っかかっていました。影が現れなくなった。でもまだ何かが、気のせいかもしれないけど何か違和感があるんだ。ある日、田中さんは再び不思議な出来事に遭遇しました。店内の棚に並べられた商品が突然倒れたり、誰もいないはずの場所から物音が聞こえたり、もしかしてまだ何かがこの場所にいるのだろうか。彼はその度に背筋が寒くなりました。棚の商品が勝手に、やっぱりまだ何かいるのか。田中さんは防犯カメラの映像を再度確認しましたが、あの影は映っていませんでした。しかし見えない何かがこの場所にいるような気がしてなりませんでした。もしかしてまだ供養しきれなかった霊が。田中さんは再び専門家に相談し、
店内の異常現象について話しました。映像には映ってない。でも何かが。また専門家に相談してみよう。店内での異変はその後もしばらく続きました。田中さんはその度に背筋が寒くなりましたが、次第にその異変にも慣れていきました。この場所には何か特別な力が働いているのかもしれない。田中さんはそう感じながら日々の業務を続けました。これが日常になってしまうのか、でも慣れてきたかもしれない。いつまた何かが起こるかわからないから油断は禁物だな。防犯カメラに映った不可解な影、それは過去の事故で亡くなった霊たちの存在だったのかもしれません。皆さんはこんな不思議な体験をしたことがありますか？いいねをしていただけると励みになります。チャンネル登録してお待ちください。それではまた次回お会いしましょう。